皆さん、こんにちは。アンリです。今日は建設会社を経営する普通の社会人がたった1週間で国会議員マップという政治を見える化するツールを作り上げ、 AI さえあれば個人でも社会に役立つ道具が作れる時代になったというニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。まず本日の結論を3つ先にお伝えします。1つ目は、建設会社を経営する普通の社会人がたった1週間で国会議員マップという政治を見える化するツールを作り上げたという出来事です。2つ目は、その中身が国会の議事録のデータにクロードという AI で要約をつけ、議員の賛成や反対まで一目でわかるようにした本格的なものだという点です。3つ目は、これが専門家でも大企業でもない普通の個人が AI を使って社会の役に立つ道具を作れる時代の象徴であり、皆さんの仕事のやり方にも直接つながるという見通しです。本編は4つの章でお話しします。1つ目の章で国会議員マップの中身を、2つ目の章で個人がここまで作れることの意味を、3つ目の章でなぜ皆さんサラリーマンの仕事に直接聞くのかを、4つ目の章で明日からの上司報告と部会対一の具体的なセリフを順にお伝えします。それでは1つ目の章に入ります。結論からお伝えします。建設会社を経営する普通の社会人が約1週間で国会議員マップという議員一人一人の発言や賛否を地図のように見渡せるツールを作り、ネット上で大きな話題になりました。なぜこれが画期的なのか、理由は3つあります。順番にお話しします。理由の1つ目は、政治の専門家でもプログラムの専門家でもない普通の社会人が一人で作り上げたという点です。これまでなら大学の研究者や大きな会社のチームでなければ作れなかったものをたった一人で形にしました。理由の2つ目は、国が公開している国会の議事録のデータを取り込み、そこにクロードという AI で分かりやすい要約をつけたという点です。大量の難しい議事録を AI が要点だけに短くまとめることで誰でも読めるようにしました。理由の3つ目は、本会議での議員の賛成や反対といった本来は調べるのが大変な情報まで一目でわかるようにしたという点です。政治がどう決まっているのかというこれまで見えにくかった部分を普通の人に開いてみせました。少しイメージしやすいよう身近な例で考えてみましょう。皆さんが社内に山積みになった資料や記録を誰も読み切れずに放置している場面を思い出してみてください。これまではこうした大量の情報を整理して見やすくするには専門の担当者や外注に頼むしかありませんでした。これからは AI に要約や整理を任せれば普通の社員でも見やすい一覧や資料を作れるという形に近づいていきます。ここで一つ目の章の結論を再確認します。国会議員マップは普通の個人が一人で作ったこと、AI で議事録を要約したこと、賛否まで見える化したことという3つの点で画期的なツールです。たった1週間で作られ、AI が個人の力を何倍にもする時代を見せてくれました。これは政治だけの話ではなく、皆さんの会社の情報整理や資料作成に直接つながる動きです。続いて2つ目の章に入ります。結論からお伝えします。このニュースの本当の意味は、専門家でも大企業でもない普通の個人が AI を道具にして社会の役に立つものを作れる時代がもう始まっているという点にあります。なぜこの変化が皆さんにとって学びが大きいのか、理由は3つです。理由の1つ目は、AI がこれまで専門家にしかできなかった難しい作業を普通の人の代わりにこなしてくれるという点です。理由の2つ目は、本業を持つ社会人が空いた時間で世の中に役立つものを作れるという新しい働き方を示した点です。理由の3つ目は、市民が自分の手で社会の課題を解決する、いわゆるシビックテック、つまり市民による技術活用の良いお手本になったという点です。身近な例で考えてみましょう。皆さんの職場でもこんな道具があれば便利なのにと思いながら、
誰も作れずに我慢している場面を想像してみてください。これまではそういう道具を作るには情報システム部門に頼んで何ヶ月も待つしかありませんでした。今回のお手本では一人の社会人が AI を相棒にして欲しい道具を自分で短期間で作り上げています。皆さんの職場でも欲しい道具は自分で AI に作らせるという道筋がここに見えています。ここで2つ目の章の結論を再確認します。国会議員マップは AI が個人の力を引き上げること、本業を持つ人が社会に役立てること、市民が自ら課題を解くことという新しい時代のお手本です。皆さんの会社でも AI で自分の困りごとを自分で解決するという姿勢を半年から1年以内に意識する必要があります。続いて3つ目の章に入ります。結論からお伝えします。このニュースが皆さんサラリーマンの仕事に直接聞く理由は、普通の個人が AI で道具を作れるという流れが皆さんの会社にも自分の困りごとは自分で AI に解決させるという働き方を必ず広げてくるからです。理由は3つです。1つ目は個人がここまでできると示されたことで、皆さんの会社の経営陣も社員一人一人が AI で業務を効率化できないかを必ず考え始めるという方針上の理由です。2つ目は皆さんの会社の経営陣が役員会議で AI を使える人材をどう増やすのかを必ず議題に挙げるというプレッシャーが半年以内に降りてくるという上司構造上の理由です。3つ目は皆さんの部署にも AI で効率化できる業務を洗い出してほしいという宿題がいずれ必ず回ってくるという現場構造上の理由です。例えば皆さんの部署に手作業の集計や資料の整理など面倒な定型業務が溜まっている場面を想像してみてください。これから先の会議で個人でも AI でツールを作る時代だ、うちの面倒な業務も AI で楽にできないかという質問が上司から直接飛んでくる可能性が高いという状況です。皆さんはこの問いに今のうちから答えの方向性を用意しておく必要があります。答えの中身はうちの部署のどの業務が面倒でどれを AI で楽にできそうかという業務の棚卸し表です。ここで3つ目の章の結論を再確認します。個人が AI で道具を作れるという流れは皆さんの会社の経営陣からの問いとなり、いずれ皆さんの部署にも AI で効率化する業務の洗い出しという宿題が回ってきます。うちのチームの業務の棚卸し表を皆さんが先に作れるかどうかがこれからの管理職評価の分かれ目になります。続いて4つ目の章に入ります。結論からお伝えします。管理職である皆さんが明日からやるべきことは、上司への先回り報告と部下との1対1での AI 活用の話し合いの2つです。この2つを今週中にやっておけば、これから先の社内議論で皆さんが部署を引っ張る側に立てます。なぜ明日が大事なのか、理由は3つあります。1つ目は上司もすでにネットやニュースでこの個人開発の話題を目にしており、頭の中でうちの社員もできないかを考え始めているというスピード上の理由です。2つ目は部下もスマートフォンの通知でこのニュースを見て、自分も AI を使えるようにならないと取り残されるのではと感じ始めており、3つ目は世の中の関心が一気に高まる今のうちに動かないと後手に回るという対応構造上の理由です。それでは明日の朝、上司にどう報告するか、具体的なセリフを一つお渡しします。こうです。普通の社会人がたった1週間で国会議員マップという政治を見える化するツールをクロードという AI を使って作り話題になりました。専門家でなくても個人が AI で役立つ道具を作れる時代を示す出来事です。当部署でも AI で楽にできそうな面倒な業務を洗い出す作業を今月から一つ始めたいと思います。ここまで言えれば皆さんは立派な部門方針の前履きをしたことになり、上司から考えているなという評価を必ず得られます。続いて部下との1対1での切り出し方をお伝えします。
こうです。普通の社会人が AI を使ってたった1週間で役立つツールを作る時代になったそうだ。うちの部署でも君が面倒だと感じている作業のうちどれを AI で楽にできそうかを来月から一緒に洗い出してみたい。これは君に難しいプログラムを覚えさせる話ではなく、君の手間を減らして本来の仕事に集中してもらうための準備だ。半年後の人事評価ではこの AI 活用への取り組みを必ず加点する。ここまで言えれば部下のやる気を引き出しつつ、皆さんの部署が組織の中で一歩前に出る一番大事な使い方になります。本日の動画のまとめです。一つ目、建設会社を経営する普通の社会人がたった1週間で国会議員マップという政治を見える化するツールを作りました。2つ目、国会の議事録にクロードという AI で要約をつけ、議員の賛否まで見える化した個人が AI で社会に役立つ時代の象徴です。3つ目、皆さんの会社にもいずれ自分の困りごとは自分で AI に解決させるという働き方が必ず広がりますので、明日の朝の上司報告と部会対1の2つのセリフを準備しておきましょう。この3点を社内で先に言えれば、皆さんは管理職として一歩前に出られます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で